ミシンのね、設定に移ります。その前にちょっと糸はレジロン、少しだけ伸びるレジロン糸、これはね 4000m のやつ買いました。前はちっちゃいねやつがあって、ちっちゃいやつはすぐなくなっちゃうんで、この大きいやつをね、アマゾンかな、なんかね通販で購入しまして、それで使ってます。まあこれも買った方がいいかな。やっぱり普通の糸を使うとやっぱり切れる、伸ばした時に切れるリスクは大きいので、レジロン糸、これ何番だっけな、50番ですね。50番の糸で、まずここから以降ステッチ幅が、まあこの私の使っているジャノメの職業用ミシンは6、最大が6で、まあ0があるんですけど、0だと進まないんですけど、で2から3ぐらいがちょうどいいかなとは思うんですけど、これねステッチが細かい方が伸びに対して強いんですよね。縫い目が大きいと波打つのがこうなだらかなんですけどね、ここで縫ってる時に、ただ細かいとギザ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 っとこうギザギザのそのあれがね、細かいと多くなるんで、伸ばした時に切れにくいんですけど、間違った時にね、これリッパーでこうほぐしたいんですけど、細かすぎるとね取れないんですよね。まあ間違えなきゃいいんですけど、でもよく間違えるんですよ。でちょっと話が飛ぶけど、ロックミシンで縫ってね、間違えた時もまたね、ロックミシンって切りながら縫うしね、ほどくのもまた大変なんでね、まだこっちの直線用ミシンの方がね全然ほどきやすいので、できればまあ4はでっかいかなとは思うんでね、理想は2ぐらいでもいいと思うんだけど、やっぱ3ぐらいでね、やっぱり3ぐらいで縫った方がいいかなと思います。そしてここ、まあこれね、実はね、これサブテンションって言うんだけど、これちょっとだけ強めにしてんのかな。ここでね、糸がこう使ってると、ここで糸がね酔ったりする時があるんで、そういう時はここから針じゃない、このミシン針のところから糸をこうスーッと引っ張ってあげると、ここのよりが取れるんでね、一回縫うのやめて、ここからスーッとやって、で調節がね意外とちょっと強めでもいいのかなとは思うところもあるんですけど、そこはねちょっとまあ難しいところなんで、まあつまみ調節していい塩梅のところをね見つけてください。あと押さえの圧、これ押さえ圧が弱い方が伸びにくいので、これねニットってね押さえつけてグッと縫うとね、押さえられてブニューっとこう伸びきった状態でね布が出てきてね、縫い目がねもう伸びてるというか、なんていうかな、うどんでも何でもそうだけど、お料理した時こうブニュってやると当たり前だけど広がりますよね。あれと同じ原理で、押さえる圧はもう弱くした方が伸びないので、究極0ぐらいでいいと思います。ただし縫ってる時に動くんでね、ちょっと動いて本当縫いにくいなって時は、まあ1か2ぐらいでちょっとこう動かない程度にこうちょっと押さえ圧をちょっとだけ強くしてあげるっていう感じがいいと思います。まあそんなところですかね。まあそんなところを踏まえて、まあ縫っていくのと、あとさっき縫い幅のあれに話になりましたけど、ここのただ押さえ幅に合わせてただここを縫っただけなんでね、
そこは本当はもうちょっとこれ1センチいってないんで1センチぐらいが理想かなとは思うんですけど、そこもちょっと調節しながらね、1、2センチ、2センチぐらい取るとちょっと多いかなと思うところもあるけど、それはこの素材との関係でね、また決まってくるところではあると思うんで、1センチぐらい、このニットに関しては1センチ取ればいいかなとは思います。説明は以上になりますので、早速、制作風景の方をということで行ってみましょう。はい、それではですね、男性用のノースリーブを作っていきたいと思います。まずはこれはディアコスさんっていうですね、ホームページの無料型紙を提供していただいておりますですね、ホームページがあるんですけども、そこから L サイズ、男性ものの L サイズのスタンダードタイプの T シャツですね。T シャツをダウンロードして、これが A4 サイズで何枚かな、何十枚かで出てきて、これをコツコツとつなげていきます。途中、うちの猫の桃太郎と遊びながらですね、ゆっくりと、ちょっと型紙作りをしておるわけなんですけれども、やっぱりちょっとだけね、やっぱり広い作業台は必要になってくるので、うちはホームセンターでね、ちょっと大きめの板を買ってきて、これはね、今テープのり使ってます。テープのり。これ手が汚れなくて本当に便利なので、ぜひね、一つちょっと買っておくことをお勧めします。これもロータリーカッターとこのオムニグリッド定規の組み合わせで、これでも快適な作業が進んでいきます。それでこんな感じでですね、コツコツと型紙の方を、作っていきます。はい、型紙がね、前身頃と後ろ身頃が完成して、今この細長いのはね、首のところをやってはいたんですけれども、これは後ほど紹介するとしてですね、で、このスウェット生地を半分にこれ中表に折り合わせた状態でシワを伸ばして、で、型紙を、上に乗せます。輪になっている方をね、きちっと、間違えないように折り目がついた方と、この型紙がね、輪になってる方、きちっと今合わせてますけど、で、この重りを乗せて、動かないようにして、きちっと固定します。で、この、きちっと止めたら、このチャコペンでですね、これ水性のチャコペンなんですけど、洗濯で落ちるやつですね。ここで、これをきちっと線を引いて、今回縫い代取りません。取らないで、その線の上を切ってます。今回ほとんどほつれないので、この生地がちょっとこの縫い代ゼロで今回挑戦しております。でね、この右手をなんでこんなにやってるかというと、この中にですね、うちの桃太郎がもぞもぞと入っておりましてですね、で出てきましたけども、でさすがに切れないので、ここはちょっと出てもらって、危ないですからね、このカッターもね、気をつけてください、皆さんはね。それで今切り終わってパーッと開いて、これで前身頃が完成というか、切り出しは、終了となりましてですね。で次は今度後ろ身頃も取りますので、同じように中表に布を合わせて、きちっとシワを伸ばします。これは先ほどと同じで、これは輪になってる、これ反対。そう、これが正解です。いいですか、これが正解でございまして、きちっと端っこ合わせて、またこれね、線引かないで今度いきなり切ってます。ちょっと挑戦で後ろ身をいきなり切ってると、型紙切らないように気をつけてください。それでですね、そろそろちょっと10分になってお時間となったので、続きは次回ということなので、ちょっと桃太郎と遊びながらまた、次の動画の制作に、取り掛かりますので、次回も、
ろしくお願いいたします。今日もご視聴いただきありがとうございました。皆様またお会いする日までお元気で。さようなら。男のソーイング鈴木パスリでございました。チャンネル登録も忘れずによろしくお願いいたします。それではさようなら。ありがとうございました。